第10章までの物語。6番隊井上源三郎として殺されたもう一人の新選組局長芹沢薫。吉田東洋暗殺と新選組誕生。点と点がつながった時、また新たな謎が生まれる。1年前、芹沢に東洋暗殺を依頼した黒幕は坂本龍馬を名乗ったというのだ。やがて2人の坂本龍馬が寺田屋で重なり合うと、京の町はさらなる混沌に包まれていく。裏切りと策略、不信と絶望。もう一人の坂本龍馬、その正体は土佐で死んだはずの武智半平太なのだろうか。対決の時は確実に近づいている。第11章大博打。寺田屋ではでけえ魚を逃がしたもんだな、あんた。見回り組の邪魔が入ったな。連中は勝林太郎に動かされていたらしい。それで結局坂本龍馬の正体は分からずじまいか。なあ、あいつは何をしにまた京に舞い戻ってきたと思う。さあな。あんたは知っているのか。そいつを教えるためにあんたをここへ呼んだんだ。それにいよいよ時間がなくなってきたことも承知しといてもらいてえと思ってよ。時間？何のだ？何の時間だ？この日本って国が自滅するまでの時間だよ。何？坂本龍馬はな、国中を巻き込んだ倒幕戦争の引き金を引きにこの京に来てるんだよ。坂本龍馬は今までずっと倒幕戦争を引き起こすために動いてきた。その下準備が整ったらしい。どういうことだ？何があったのか。薩摩の西郷と長州の桂が手を結んだ。バラバラだった勤王の二大勢力が倒幕に向けて秘密同盟を組んだんだ。つまり薩長同盟だよ。薩長同盟？そいつを仲立ちしたのも坂本龍馬って男らしい。だがこの場合の坂本龍馬は例のあいつじゃねえ。お前さんだ。何？あの夜な。もっともその時お前さんはシラフじゃなかったがな。まさかあの夜の話か。まったくよ、薩長のいがみ合いが一晩の酒で水に流れちまうとは思わなかったよ。だがな、そのバカバカしい話がこの国の内戦に火をつけちまおうとしている。そのきっかけを作ったのがお前さんだ。そこへ来てもう一人の坂本龍馬が火のついた薩長に油を注いでやがる。どうやって？奴はもう正真正銘の武器商人だ。これまで以上に英国の武器を大量に薩長へ流している。桂と西郷も倒幕戦の軍備に本腰入れ始めた。もういつドンパチ始まってもおかしくねえ。関ヶ原以来の血が流れるぜ。倒幕戦争か。本当に時間がねえな。坂本龍馬は武器を売って大儲けするだろう。日本人の血と引き換えにな。そして開戦前夜のこの国をよだれ垂らして見てんのが西洋列強だ。となればこの俺もそろそろ動くしかねえやな。
あんたまさか例の計画をやる気か？日本中が焼ける前に今日の朝廷を滅ぼして戦を止める。この国を列強の侵略から救うためだ。本気で言っているのか？町の人間が何人焼け死ぬ。侍だけじゃねえ、女も子供もだ。それを焼き殺してどの口が国を救うためだと言える？何度も言わせるな。倒幕戦争が起きればもっと多くの人間が死んだ挙句異国に侵略される。そもそもお前さんが薩長の中を取り持ったせいだぜ。あれはだって寺田屋じゃ例の坂本龍馬を取り逃がした。もう勢いづいた薩長を止めることはできねなら薩長じゃなく幕府を止めるってのは？え。幕府を止める？ああ、幕府が仮にだが薩長に白旗を上げれば戦争にはならないはずだ。幕府に白旗を上げさせるだ？300年この国を支配してきた幕府にか？いや、待てよ、おい。確かにその手はあるかもしれねえな。薩長が戦争を引き起こす力を手に入れた今だからこそ徳川が聞く耳を持つってこともあるか。例えばそうだな、幕府の持つ政権を徳川将軍から帝に変えさせる。幕府の政権を帝に？ああ、大政奉還とでも言うのかな。幕府がこの国の政権を手放せばもう薩長が幕府相手に戦争を起こす理由はなくなる。ここは一つ将軍に直談判でもして白旗上げさせてみるか。できるのか、そんなことが？できるわけねえ、普通はな。だがなんだ？斎藤をはじめ、いや坂本龍馬さんよ、あんただったらできるかもしれねえ。俺が？これまで俺なりにあんたという人間を見てきたが、あんた以上に腕が立つ男はいねえ。それにあんたにはあの沖田みてえな男まで動かしちまう魅力もある。何を言ってるんだ？いや、これは本心だ。今もし江戸城にいる将軍様に忍びで会い、しかも心を動かすことができる男がいるとしたらあんたしかいねえ。そうだな。なあ龍馬さんよ、ここは一つ日本のために死ぬ覚悟で江戸に行ってきちゃもらえねえか。江戸に？俺が江戸に？江戸城には夜にでも何とか忍び込むんだ。もちろん見つかりゃ殺される。生きて帰るのは不可能に近い。だが将軍に大政奉還を直訴するとなるともうそれしかねえ。将軍の寝床に忍び込むってことか？かなり危険だな。言い出しっぺはお前さんだぜ。それにもしこの大政奉還を徳川が飲めば、もう一人の坂本龍馬も必ず何か反応を見せる。まあそりゃそうだな。どういうことだ？向こうは薩長を派手に引き込んで戦争の準備をさせてるんだ。だが戦争ってのは準備だけでも相当の金がかかる。その邪魔をされたとなりゃ例の坂本龍馬は黙っちゃいねえ。必ず何か動きを見せるはずだ。まあ無理にとは言わねえよ。そん時は計画通りに俺が今日を焼くだけだ。ただしあんたがもう一人の坂本龍馬を捕らえる機会はなくなるぜ。俺は前にも江戸に行ったが城には登ったことがねえ。ちょうど一度中に入ってみてえと思ってた。ちょうどよかったな。いいんだな。生きて帰ってくるだけでも奇跡なんだぜ。ああ、覚悟の上で言っている。上出来だ。だがまず新選組の幹部が一人で京を出たとなれば人目を引く。確かに。江戸へ行くなら一晩待って
夜明け前に立て。今日のところはいつも通り屯所に顔を出しておくんだな。屯所か。そうだな。ちょうど話を聞きたい相手もいる。観察の山崎進に例の坂本龍馬の息がかかっているらしい。なるほど。だがそいつは一足遅かったぜ。どういうことだ？何がだ？山崎は昨べ屯所にある土蔵の中で殺されてた。なんだ？もうちょっと絡みたかったな。お前さんが山崎の正体を知ったことで口を塞がれたってことか。もう一人の坂本龍馬の手の者にな。江戸城へ将軍に直訴か。我ながら無茶な話だな。しかし山崎が口を塞がれたとは、まずは新選組の屯所に行ってみるか。行きましょう。これサブかな。お、熊少年。ねえ、信じてよ。本当に熊がいたんだってば。何？熊だと？本当ならば危険な話だな。熊が出たサブストーリーか。話聞こうか。ねえ、信じてよお父さん。本当に熊がいたんだって。お前なあ、もうちょっとマシな嘘がつけないのか。この辺りで熊が出るなんて聞いたことがないぞ。どうせまたこの前と同じような嘘をついてんだろう。嘘つきは泥棒の始まりだ。いい加減にしないと怒るぞ。この前は嘘だったけど今度は本当なんだよ。おい本当なのか、その熊が出たというのは。うん僕この目で確かに見たんだ。本当だよ。ふむ、どんな熊だ？ちょうど背丈はおじさんより大きいくらいで龍馬後ろ。全体的に黒くてがっしりしていて強そうで。ふむ他には？そうだな、ちょうどおじさんの後ろにいる人みたいな感じって。うわー、本当に出たまったく急にどうしたというんだ。俺の後ろの人とかなんとか言ってたが。おお、熊じゃないか。本物これ戦うのか。たちの悪い熊。オッケー。まさか熊と戦うことになるとはな。すごいや、お侍さん。熊を倒しちゃうなんて信じられないよ。侍ってすごいんだね。僕も侍になれば熊を倒せるかな。さあどうだろうな。まあ熊にもよるが倒せるんじゃないか。そうか、よーし、僕も侍になる。いつかお侍さんみたいに熊をやっつけるんだ。バカ、いきなり何を言ってるんだ。すみません、うちの息子が。その上危ないところを助けていただきまして。これは少ないですがお礼です。受け取ってください。お呼ばれ帽子いらねえよ。ねえお侍さん、どうしたら強い侍になれるの？そうだな、とりあえず嘘をつかないことだな。そうなんだ、わかった。もう僕嘘をつかないよ。じゃあね、おじさん。いつか強い侍になるから、そしたら勝負してね。楽しみにしてるぜ。熊どうすんだ？熊の処理。しかし熊と戦うなんて初めての経験だったな。物騒な世の中になったもんだぜ。
これサクッと終わる感じだね。続きもなさそうだ。何かが出たシリーズ続くんかな、それとも。行きましょう。はい、トンショーへ着きました。斎藤か。聞いたかよ。監察の山崎進の件。ああ、豚書の中で仲間がやられるなんざだらしねえ。クソがまた新選組が舐められるぜ。土蔵でやられたんだったな、山崎は。そうだ。平助が現場を見聞している。あんたも言って山崎に手くらい合わせてやんだな。手合わせてやろうか。斎藤、なんだ。下山田現場にあるはずや。土蔵へ行ったら引き止めんじゃねえ。分かってる、それは。行きましょう。どれどれ。今の死体が山崎です。背中から心臓一突きでしたよ。そうか。昨日の夜中、気配を殺して山崎の背後に忍び寄ってとこですか。平大使の仕業じゃないな。山崎ほどの男の背後を取れるやつ、もしくは山崎が気を許せる誰か。それじゃあ犯人はタイの幹部の誰かってことか。ええ、まあそうや。ゆうべ斉藤さんは何してました？寺田屋に泊まっていた。そうか。それじゃ斉藤さんは犯人じゃないのかな。組の幹部が容疑者ならお前が犯人ってことも考えられるな。ああ、なるほど。そういやそうですね。気がつきませんでしたよ。例の坂本龍馬の患者は隊長格のうちの誰かってことか。だが今は江戸城が先だ。寺田屋に戻って夜明けを待つか。戻るんだな。はいはいはい。まっすぐ戻っちゃおうかな。なんだ。斉藤君、土方。少し話せるか。なんだ。君に聞くのもなんだが、近藤さんはどうしている？何？とぼけなくてもいい。君が近藤さんと会っていることは分かっている。会って何を話しているんだ？局長に直接聞いてくれ。最近のあの人は秘密が多いようでね。例えば君は薩長が秘密同盟を組んだって噂を知っているか？さあな、俺には関係ねえ話だ。だが近藤さんは知っているはずだ。そしてそれを黙って見ている人じゃない。あの人は私と違って国士だからな。国士？天下国家のために自分が何をできるかいつも考えている人間だよ。その近藤さんにとって薩長同盟なんてのは潰す以外に選択肢のねえ代物だ。なのになぜ何も動き出さないのかと思ってな。この先近藤さんから何か聞かされたら私に報告してくれるか？俺は人と話したことを別のやつに漏らすような真似はしない。あんたと話したことを近藤に言うこともないってことだ。局長のことを知りたきゃ直接話すんだな。その通りだ。こそこそやりやがって。そろそろ日も沈む。寺田屋に戻って夜明けを待つか。戻りましょう。起きたか。起きた。なんや、
局長とおもろいことしようとしてるらしいの、はじめちゃん。耳が早いな。何？とぼけんなよ。水臭いで。おもろいこと独り占めしよったってそうはいかんわ。おもろくてやってないんだけどな、別に。わしも一緒に行くで、江戸城。二人で将軍様に殴り込みと行こうやないか。まあ心強くはあるな。断ると言ったら。そん時はお前を切って俺がおもろいこと独り占めや。殺されに行くようなもんなんだぜ。せやからおもろい言うとるやないか。それにもっとおもろいのは、これがうまくいけば例の坂本龍馬に一泡吹かせてやれるっちゅうことや。ああ。わしらの敵は同じ目的を持っとる限り低下したる。一番隊の隊長タダで使えるっちゅうことやで。分かった。だが出発は夜明けだ。目立たねえようにする必要がある。なるほど。ほな、今夜が今日の最後の夜になるかもしれんっちゅうわけやな。お互い夜明けまでお楽しみっちゅうわけや。江戸城の将軍の寝床に押し込むんだ。人生最後の夜遊びかもしれね上等や。新選組で溜め込んだ金一晩で使ってるで。せやけどお前は寺田屋に別れの挨拶する女がおるんとちゃうか。あそこのおかみ豊島の割にえらい色気があるさかいな。そっちじゃねえよ。え。いや、そっちじゃねえ。なんでもねえよ。そしたら夜明けわしも寺田屋に行く。それまではじめちゃんもせいぜい楽しんどけや。あれかな、やり残したことがないかって感じか、これ。夜明けに寺田屋に沖田が来ると言ってたな。夜までに江戸に行く準備をするか。まあ行っちゃおうか。進んじゃいましょう。あ、この相撲取りそろそろ終わるんじゃないか。どうした？おい、ため息なんてついてどうした？ああ、お侍どん、ごっつぁんです。横綱への昇級がかかった試合どうだったんだ？そうか。あ、ダメだったんだ。いや、そんなに落ち込むことはないだろう。こんな短期間で序の口から大関にまでなれたんだぞ。誰にでもできることじゃない。立派なことだ。今回は残念だったが、諦めなければいつかきっと横綱になれるさ。ああ、横綱にはなっただよ。何？横綱だ？いや、今お前横綱なのか？すごいじゃねえか。あんたからもらった食べ物がうまかったおかげでいつも以上の力が出せてな。楽勝で勝っただよ。そうか。それは良かったが、じゃあなぜ今落ち込んでいたんだ？ほら、落ち込んでなんかいないべさ。ほら、ただな、腹が減ってただけだ。お前らしいな。昇級祝いだ。飯でも食いに行くか。おお、そりゃええ。ほら、うまいもんがたらふく食べたいっぺよ。今日ばかりはオーラがお侍丼にごちそうしたいだよ。昇級祝いなのにいいのか。細かいこと気にしたらダメだべ。大好きなお侍丼のためにせめてもの恩返しだ。よく言うぜ。彼はほぼキュウリで横綱にまでなりましたね。行きましょう。どうした？どないしよう。四国屋のおかみじゃないか。どうかしたのか。あら、斎藤藩？そうか、斎藤藩ならもしかして適任かもしれへんね。適任？何の話だ？斎藤藩、すんませんけど接待やってくれまへん？接待だと？
今うちに偉い芸術家の先生が宿泊しとるんやけど、その人のお相手頼めんかね。斎藤藩なら適任やと思うんやけど。芸術家の先生？なぜ俺が？有名な先生ならいくらでも相手したいと申し出るやつはいるだろう。逆なんよ。その先生、神田先生言うんやけど、あまりにも有名で偉大すぎて粗相するのが怖くてみんな相手したがらないの。なるほど。少しでも失礼があったら悪いからみんな物おじしてるってわけか。しかしなぜ俺が適任だと？だって斎藤藩、この町のことから芸事までいろいろなもんに精通しとるやろう。なんでもお歌もお上手で踊りも最近やられているとか、お店もいろんなとこを旅歩きされてるみたいやし。何？どうしてそれを？この辺では有名やで。斎藤藩は歌って踊れて街に出ればいつでも会えるお侍さんやってもっぱらの噂や。そんな噂が。せやから文化に精通しとる芸術家の先生の接待にはこれまたいろんな文化に精通しとる斎藤藩が適役やと思うんよ。うちとしてもせっかく来てくれたお客さんにいい思い出を作って帰ってもらいたいし。斎藤藩、先生の接待お願いできんかね。なんで俺なんだよ。なんで俺がやらなきゃいけねえんだよ。いいだろう。ああ、わかった。だがその客の世話をしたなんてお登勢には内緒にしててくれよ。後で何を言われるかわからんからな。もちろん内緒にしとくわ。引き受けてくれておきに。で、その神田先生とやらはどこにいるんだ？先生ならさっき一人寂しそうにワタミに行かはったわ。わかった。ワタミに行けばいいんだな。くれぐれも失礼のないようにお願いします。偉い先生である前にうちの大切なお客さんなんやからね。わかってるさ。芸術的な接待、ワタミ。このクエスト終わらせちゃおうか。ワタミ来ましたよ。神田の見た目の特徴を聞いておくんだった。おい、そこの男よ。なんか用か？お前、わしと一緒に酒でも飲まんか？あんたと酒を？あわし、はるばる遠くから今日まで来たんじゃがのう。酒を一緒に飲んでくれる奴がおらんでのう。こうして一人寂しく飲んどるんじゃ。不憫じゃろう。確かに不憫だが、俺はこれから会わなければならない人が。今遠くから来たと言ったか？ひょっとしてあんた。見つけたな。そうかそうか、おかみさんがそんなことを。本当に京都の女子は気が利くの。結構結構。まさかあんたが俺がお相手する神田先生だったとはな。先生呼ばわりはやめてほしいんじゃが、いかにもわしが神田じゃ。日本に名を轟かす芸術家なんじゃぞ。芸術家というから気難しい男を想像していたが、随分陽気なじいさんだな。ところで神田のじいさんは何の芸術家なんだ？芸術にもいろいろあると思うが。なんじゃ、わしを知らんのかい？結構結構。わしはなんでも得意じゃぞ。なんでも？絵や陶芸、舞台や楽器、歌と踊りもそうじゃな。30歳になる頃には大抵の芸術は極めとったぞ。それはすごいな。すごいじゃろ。この神田というじいさん、予想以上にすごいじいさんなのかもしれないな。そうじゃ、斎藤よ。知っとるか？この町には歌声酒場というものがあるらしいぞ。知っている。俺もたまに行くからな。何？それを早く言わぬか。斎藤よ、今から歌声酒場へ行くぞ。お前の歌声が聞きたい。
何？俺の歌を。なぜだ。さあ行くぞ行くぞ。おい姉ちゃん、感情頼む。おいじいさん歌うことになっちゃった。よっ斎藤、待ってました。しゃかすんじゃない。芸術家の前で歌を歌う羽目になるとはあまり気乗りはしないが接待だからな。仕方ない。一曲歌うか。石桜行くんだね。ちゃんとやるのかこれ。ボタン押すのかな。探せましょう。燃ゆる花火が血染め模様。泥水育ちのその花は虹桜。さあどうだ。まあいいんじゃないか。満足してくれたろう。じいさん、これで満足したか。斎藤よ、わし感動した。お前歌うまいんじゃのう。そうか。ああ、わしよりうまいぞ。かっこいいの。女も放っておかんじゃろうて。よっこの色男。どっちが接待されてるかわからなくなってきたな。さあ次の歌じゃ。斎藤よ、もっと歌ってくれ。何？また俺が歌うのか。当然じゃ。わしもっと斎藤の歌が聞きたい。仕方ねえな。歌ったんだな。歌い疲れた。なんじゃ斎藤、もうへばったのか。だらしないのか。さすがにもう歌えん。そうか、結構。どうしたじいさん。なんじゃ。斎藤の歌を聴いとったら突然創作意欲が止めどなく溢れ出てきたわい。なんだと。俺の歌で創作意欲が。ふぬお、わしの手に紙が降りてきそうな兆し。すぐに紙と筆を用意せい。今すぐじゃ。神がわかった。何か教えてもらえんのかこれ。憑依してるな。ふう、完成じゃ。一気に書き上げてしまった。すごい集中力だ。忘れていたがこのじいさん本当に芸術家の先生だったんだな。斎藤よ、見よ、このわしの作品を。お前の歌を表現してみたぞ。これはよくわからん。どうじゃ斎藤、すごい作品ができたとは思わんか。ああ、すごいな。確かに凄さはわかる。ほう、斎藤にはわかるか。してどこがすごいと思った？聞くな。豪快に表現らされた。これかな。豪快に表現された男らしさだ。俺はそこが一番すごいと思ったな。男らしさ？
そう、その通りじゃ。見事。わしが表現したかったものを言い当ててくれたの。よし、満足いく答えだった。斎藤、お前なかなか芸術を見る目がありそうじゃな。結構。そうかところで斎藤、お前歌以外に何か芸術らしいことできんのか？歌以外か。他にできる芸術らしいことといえば舞踊とか。何？お前踊れるのか？なぜそれは早く言わん？斎藤よ、踊れ。わしはお前の舞踊が見たい。おい、もう勘弁してくれ。そら行くぞ。はよ準備せい。まったく。久しぶりだな。よ、斎藤、待ってました。だから茶化すんじゃない。結局舞踊を踊る羽目になってしまった。仕方ない。一曲踊るか。これね。咲かせてもらおう。これちょっと失敗しちゃったな。久しぶりすぎて美しくない。いや、失敗した。これ満足したか？斎藤よ、お前踊るの下手じゃのうか。どっちでもいいんだな。すまん。そう落ち込むな。見たところ体を動かすこと自体は得意なようじゃからな。練習すればすぐ上手くなるぞ。やはりどっちが接待されてるかわからなくなってくるな。さあ次の踊りじゃ。斎藤よ、もっと踊ってくれ。何？なるほどな。スコアは関係ないんだね。よかった。報酬に関わってくんのかな、それとも。踊り疲れた。なんじゃ斎藤、もうへばったのか？だらしないのか。さすがにもう踊れんぞ。そうか、結構。じいさん、もしかしてまた。斎藤の踊りを見ておったら突然創作意欲が止めどなく溢れ出てきたわい。俺の踊りで創作意欲が。これはまた手に紙が宿る兆し。すぐに紙と筆を用意せい。今すぐじゃ。また紙が。わかった。何なのこれは。降りたね。完成か。またもや一気に書き上げてしまった。さすが芸術家の先生だな。斎藤よ、いいよ、このわしの作品を、お前の踊りを表現してみたぞ。これはまたもやよくわからん。どうじゃ斎藤、立て続けにすごい作品ができてしまったぞ。すごい。確かにすごいんだろうが。ほう、分かってくれるか。してどこがすごいと思った？大胆な中に見え隠れする優雅さ。これだ。俺はそこが一番すごいと思ったな。優雅さ。そうなんじゃ。わしはこの絵から一番優雅さを感じ取ってもらいたかったんじゃよ。よし、満足いく答えだったらしい。斎藤よ、お前ちーと頑張れば芸術家目指せるんじゃないか？買いかぶりすぎだ。接待成功か？歌って踊ったらちと疲れたの。そろそろ宿に帰るか。じいさんは何もやってないだろう。歌ったのも踊ったのも全部俺だ。そうじゃったか？まったく変なじいさんだ。なあ斎藤よ。なんだ？
わしな、今日な、斎藤のおかげで、久しぶりに、てめえが芸術家の神田だね。なんだお前らは。やっぱりこの町に来てるって噂、本当だったんだね。はい、こんなおい先短いじいさん揃って本当に金になるのか。当たり前だ。神田っていや芸術の神と言われるくらいの男だ。こいつを捕まえて家族を有すりゃ金にならないわけがねえだろ。残念じゃったな。わしに家族などおらぬよ。ああ、嘘つけ。お前の息子も有名な芸術家だろうがや。とりあえずこのじいさんをさらえばいいんだな。おい、そんなこと俺がさせると思うか。お前こそ4対1で叶うと思ってんのか。斎藤よ、大丈夫だ、すぐ終わるから。じいさんは安全なところへ隠れててくれ。絶対死ぬなよ。死ぬなよ、斎藤。ああ。お前らみたいなやつはもう一瞬で決着がつくようになってるんだよ。オッケー。強すぎ。大丈夫か、斎藤。ああ。終わった。よかった。おい、何も泣かなくても。本当によかった。どうしたんだ。さっきの連中が言っておった通り、わしには息子がおっての、息子も芸術家だったんじゃ。芸術家だった。もう何年前になるんかの、あのバカ息子、自ら命を絶ってしまったんじゃ。なるほど、そうだったのか。自分で言うのもなんじゃが、わし結構すごい男での。あらゆる分野で成功を収めてるんじゃ。息子もわしと同じ芸術家じゃろ。必然的にあやつはわしと比べられてしまう。あやつの作品は皆に評価されなかった。結果、親の才能を受け継がなかったとか、いろいろ言われ続けとったわ。きっとそれが辛かったんじゃろう。ある日突然あやつは。そうだったのか。何回忌かは忘れたが、今日あやつの命日での。家に一人でいるのも寂しいから、今日まで遠出してみたんじゃが、一緒に飲んでくれる友もいなくて、結局ここでも一人じゃった。そんな時、息子くらいの年の男であるあんたが訪ねてくるじゃろ。わし嬉しくての。神田のじいさん。斎藤よ、ありがとう。わし、今日、お前のおかげで久々に心の底から楽しかったぞ。歌も踊りもいいものを見せてもらった。芸術を見る目もあるし、斎藤、お前芸術家になれるぞ。芸術の神にお世辞を言われるとはな。どっちが接待されてるか分かりゃしねえ。それもそうじゃな。さて、今日も満足したし、そろそろ宿に戻って帰る準備でもしようかの。そうか、気をつけて帰れよ。ああ。そうじゃった。お礼ね。何でしょうか。太古のお守りね。はい、それじゃまた酒でも飲もうや。ああ。じいさんも作品作り頑張れよ。もちろんじゃ。わしを誰だと思っとるんじゃ。じゃあな。とても満足して帰ってくれたようだ。接待は大成功だったな。じいさんの心の隙間を埋められてよかった。